2024年、日本の出生数は68万6061人。統計を取り始めて以来、初めて年間70万人の壁を割り込んだ。同じ年、死亡数は160万人を超え、自然減はついに91万人に達した。日本は1年で、政令指定都市1つ分の人口が消えていく国になっている。合計特殊出生率は 1.15、過去最低を更新した。では、なぜ日本人はここまで子供を産まなくなったのか。多くの人が、子育てが大変だから、お金がかかるからと答えるかもしれない。しかしデータが示す本当の犯人は、私たちの直感とは少し違うところにいた。今回はデータを使って、日本人はなぜ子供を産まなくなったのか、という問いに迫っていく。チャプター1、衝撃の数字、2024年に起きた3つの過去最低。まず、2024年に何が起きたのかを整理しておこう。厚生労働省の人口動態統計によれば、出生数は68万6061人。9年連続の減少であり、統計開始以降、初めて70万人を割り込んだ。続いて、合計特殊出生率は 1.15。前年の 1.20 から大きく低下し、過去最低を更新した。一方で、死亡数は160万5378人と、こちらは過去最高を記録している。その結果、出生数から死亡数を引いた自然減は91万9317人。自然減が90万人を超えたのも、史上初めてのことだ。つまり日本では2024年、生まれる人が史上最小、亡くなる人が史上最多、人口の減少幅も史上最大という3つの過去最低、最高が同時に起きた。これは戦後の人口史において、明らかな転換点と言っていい数字である。チャプター2、世界地図で見る日本の位置。では、この 1.15 という数字は、世界の中でどれくらい低いのだろうか。2024年時点での代表的な国々の合計特殊出生率を並べてみよう。フランスは約 1.8、米国は約 1.7、英国は約 1.6。OECD 加盟国の平均は約 1.59。これらと比べて、日本の 1.15 は明らかに下位グループに属する。しかし、世界には日本よりさらに低い国がある。2024年の韓国の合計特殊出生率は 0.75。世界最下位であり、日本の3分の2程度の水準だ。つまり、超低出生率は日本だけの減少ではなく、東アジアの構造的な減少になりつつある。経済発展、都市化、教育水準の上昇、女性の社会進出。これらが揃った国ほど出生率が下がる、という世界共通の傾向の中で、東アジアは特にその下落が急で深いのだ。日本の少子化は、決して日本だけの特殊な事情ではない。チャプター3、少子化の8割は、実は未婚化だった。ここから、データが示すこの動画の核心に入っていく。多くの人が思い込んでいるイメージはこうだ。日本人は子育てが大変すぎて、子供を産まなくなっている。しかし、データが示しているのは少し違う構図である。国立社会保障、人口問題研究所の研究によれば、日本の少子化の要因の約8割は、未婚化によって説明できる。つまり、結婚した夫婦が子供をほとんど産まなくなったわけではない。夫婦間欠出生児数と呼ばれる、結婚後に最終的に持つ子供の数は、近年でも 1.9 人前後で推移している。これは1970年代の 2.2 人と比べれば減ってはいるが、激減と呼ぶほどではない。一方、婚姻件数は1972年に過去最多の 109.9 万組を記録した後、減少を続け、2024年には約 47.5 万組まで落ち込んだ。つまり、半世紀で婚姻数は半分以下になっている。結論はこうだ。日本の少子化の正体は、子供を持たなくなったではなく、結婚しなくなったことなのである。ここを見誤ると、少子化対策はいくら子育て支援を厚くしても根本的には届かない。チャプター4、なぜ結婚が減ったのか、経済構造の地殻変動。では、なぜ日本人は結婚しなくなったのか。
データから見えてくる第一の要因は、経済構造の変化である。1990年代以降、日本では非正規雇用が大きく広がり、若い世代の雇用が不安定化した。男性の年収中央値はバブル期から実質ベースで伸び悩み、特に20代、30代の所得は長く停滞している。各種調査では、年収が低い男性ほど未婚率が高いという、はっきりした相関が確認されている。女性側でも、非正規雇用の女性ほど未婚にとどまる割合が高い傾向にある。結婚しない理由の一つとして、男女ともに結婚資金がない、将来の生活に不安があるが上位に並ぶ。つまり結婚は、ロマンスの問題である前に、経済合理性の問題になっている。1970年代までは、結婚すれば生活は安定するという社会だった。しかし現在は、結婚すると生活がさらに不安定になると感じる人が増えている。この経済的な土台の変化こそが未婚化を支える最大の構造的要因である。チャプター5、なぜ結婚が減ったのか、価値観と出会いの変化。第2の要因は、価値観と出会いの構造そのものの変化だ。25歳から34歳の未婚者に独身でいる理由を尋ねた調査では、男女ともに、適当な相手に巡り合わないがトップに上がる。続いて、自由さや気楽さを失いたくない、まだ必要性を感じないが並ぶ。ここに、結婚というイベントの意味が大きく変わったことが映し出されている。かつての日本では、お見合いや職場結婚、遅延による紹介が、結婚の主要な入り口だった。しかし非正規雇用の拡大、終身雇用の崩れ、地域コミュニティの希薄化、職場の効率化により、こうした自然な出会いの経路は急速に細っている。一方、マッチングアプリは確かに広がったが、それだけでは出会いの総量を埋めきれていない。さらに、女性の社会進出と価値観の多様化により、結婚することの相対的なメリットが小さくなった。かつて結婚は、自立の手段でもあったが、今や、自立してから選ぶオプションの一つになった。経済の不安と、出会いの希少化と、価値観の自由化。この3つが重なったとき、日本の結婚という制度そのものが、ゆっくりと薄れていったのだ。チャプター6、まとめ。今回のデータから、3つのことが見えてきた。1つ、2024年に出生数は初の70万人割れ、合計特殊出生率は過去最低の 1.15、自然減は91万人と、3つの過去最低、最高が同時に起きたこと。2つ、日本の少子化の本質は、子供を持たなくなったではなく、結婚しなくなったことであり、その要因の約8割は未婚化で説明できること。3つ、未婚化の背景には、雇用と所得の不安定化という経済構造の変化と、出会いと価値観の構造変化が複合的に絡み合っていること。日本人が子育てが嫌いになったというイメージで語るのではなく、データを正しく見ることで、少子化の本当の姿が見えてくる。これは、子育て支援だけでは到底届かない問題でもある。最後に一つ、聞かせてほしい。あなたは、結婚や子供についてどう考えているだろうか。結婚しない選択をした人、結婚したい人、すでにしている人、どんな立場でも構わない。ぜひコメント欄で、あなたの考えを教えてほしい。